僕には3つの出口しかない。一つは死ぬことだ。一つは狂うことだ。もう一つは門を叩くことだ。皆さんこんにちは。金山明夫と申します。これからですね、YouTube としてですね、世界のこと、日本のこと、平和のこと、環境のこと、人間の生老病死っていうことですかね、そういうふうなものについて、自由に語っていって、それで自分たちが今置かれている状況っていうふうなものがどういう状況なのかっていうことを皆さんと一緒に考えていく、そういう材料を提供したいというふうに考えております。これを見ていただける方たちは僕のことほとんどわからないわけですから、ある意味で簡単な自己紹介から始めます。私は4、5年前まで明治大学で教えておりました。専門はもともとはアメリカ文学だったんですが、人間って不思議なもんで、自分の引いたそのルート、あるいは社会から要請されているルートからやっぱり外れていくわけですね。僕の場合は慶応大学を出て、それで、法学部を出たんですけれども、それから、社会に出てですね、船会社に入って、そこからまたどうもやっぱり俺はダメだっていう状態になっていって、それで東大の大学院に入って、アメリカ文学をやった。いろんな形で、自分が逸脱していくわけですけれども、やっぱりそのプロセスの中でどこか無理がたたりましてですね、30代の半ば頃ですね、ちょっと神経症に陥りまして、で本当に、結構きつい世界をそんなに長い期間じゃないんですけども耐え忍んでですね、そしていやこれは辛いもんですよ。本当に狂うっていうことの凄さっていうものを非常に深刻に受け止めました。たまたま僕は若い時から夏目漱石っていうのが大好きであってですね、彼の作品の中に「後人行く人」って書くという作品があって、そこに夏目漱石におぼしき大学の先生の主人公がありまして、一郎っていうんですけど、その一郎がその苦しみの中で友人に語る言葉の中に、僕には3つの出口しかないんだ。一つは死ぬことだ。一つは狂うことだ。でもう一つは門を叩くことだ。いや狂うっていうのは大変なことです。こんなに苦しいことはない。だったらまだ死んだ方が楽です。だから昨日かな、一昨日あたりも、ちょっと僕移動するときにですね、高崎線で日時事故があってっていう、そういう問題っていうのはもう一言じゃないんですよ。この忙しいのに急いでる時にこのバカ野郎がとか、そんな世界じゃない。それまでに至る彼の苦しみ、逡巡、そういうふうなものっていうふうなものは全く一言じゃない。その苦しみっていうふうなものをやっぱりもう自分の問題にしてしまうもんだから。だからやっぱり僕の場合も大変でした。やっぱり本当に苦しくなってくると、女房に手を握ってもらっていて、今度は逆に手を握ってもらっていること自体がどんどん辛くなっていって、頼むから向こうへ行ってくれっていうふうな形です。やっぱり精神の病っていうのは肉体に出てきますから、もう足から手から全部冷たくなっていって、そこから死が忍び寄ってくるっていう世界ですね。僕の場合は狂うことも死ぬこともできず、そして門を叩くっていう形になりました。
夏目漱石の場合は鎌倉の円覚寺に行ったんですけど、僕の場合は鶴見の総持寺で座禅を始めるっていう形になったわけですね。もちろんそんなことで簡単に、その苦しみっていうものから脱却するってことなんてのは絶対できないんですけれども、でもやっぱりそこから何でしょうね、今までの生き方の方向性が変わっていって、人生の第二楽章っていうふうなものが起こってくるっていうことですね。やっぱり人生っていうのはやっぱりいくつかの転機っていうのがあって、その転機をどうやって越えていくかっていう問題。この越えるっていうことは自分が努力するとか自分に能力があるってこととはちょっと違う問題が働いてくる。もっと大いなるもの、大いなる力みたいなものっていうふうなものが働いてきてですね、自分を今までとは違う方向性に導いてくれるっていうこと、そういう問題をはっきり言って35、6年前ってことになるんですけれども経験いたしました。そういうことを繰り返しながら新しい世界に入っていける。そのことによって少しずつ老病死っていう世界の中で自分が深まっていくような形。最後は人間みんな死ぬんです。死に方も簡単に自分で選べるわけじゃありません。だからどんな形の中でもそれを超えていける。仏教の一番創始者である釈尊がですね、やったこともそういうことなの。生老病死を超えるって。生老病死っていうのは死苦って言います。それにあと4つばかりつけて四苦八苦っていう言葉はこれは仏教用語ですけどもですね、そういうさまざまに起こってくる苦しみっていうふうなものを老いること、病気になること、死ぬことっていうものを回避することができないんです。絶対にそれは全ての人間が必ず起こってくることですね。だけどそれをなんていうのかな、その超えていけるっていう、これが仏教の教えであるということなんですね。自分の中で消化していくことによって自分の人生を深めていくっていうこと、生老病死っていうふうなものがから人間が目を背けてしまっていて、そんなものを考えたくもないし不吉だっていう発想になってすることによって、逆に非常にその生きるってことも姿を失ってしまってるっていうこと。だから物質的にはすごく豊かなんだけども、どっか幸せ感がないっていうふうな問題に、あるわけです。どっか心の中に隙間風が吹いてるっていうふうな問題ですね。我々はどっかでやっぱりどうせ年老いて、そして病気になって、そして死んでいくんだから、むしろそのプロセスを楽しくやり過ごしてしまうじゃないかっていうふうな発想を僕はその死生学っていう形の中でたどりつつあるわけです。